おい、なんて格好してるんだ。飛び交う怒号に会場内がざわめいていた。何を大騒ぎしているの？この結婚式に一番ふさわしい格好をしてきただけじゃない。そう言って大笑いする義妹が身につけているのは真っ黒な喪服だった。私たちの晴れ舞台を踏みにじろうとする義妹と義両親に、私はただ悔し涙を流すだけだった。私の名前はマミ、30歳。職場の同僚であるミノルと婚約し、来月結婚式を控えていた。5年の交際を経て、ミノルにプロポーズされた時には、本当に感激して胸がいっぱいになった。真面目なミノルらしく、3ヶ月分の給料を貯めて、私のために選んでくれた指輪をひざまずきながら薬指にはめてくれたのだ。ミノルは冗談でごまかしたり、その場を雰囲気で流したり、そういうことが大嫌いだった。少しだけ融通の利かない部分もあるのだが、人を傷つけることは絶対にしないという強い信念を持っていた。私はそんなまっすぐで正直なミノルを心から愛している。なぜミノルがそこまで真面目なのかというと、育った家庭環境が大きく影響しているようだった。ミノルには両親と妹がいるのだが、その3人がとんでもない人たちなのだ。それを私が初めて知ったのは、両家の初顔合わせの食事会だった。ミノルは当日、珍しく憂鬱そうな顔をして、やっぱり、今日の食事会、今から中止にできないかな。と、唐突に言うので、私は体調でも悪いのかと心配すると、いや、僕は大丈夫だよ。ただ、なんか嫌な予感がするんだ。僕の家族が何かやらかすんじゃないかと、それだけが心配で。青白い顔をしてそんなことを言った。大丈夫だよ。緊張するのはお互い様だし、もし何か失敗があったとしても、うちの親は気にしないから。そう言って励ましたのだが、なぜミノルがそんなに不安に思うのか、私には理解できなかった。ミノルの両親と妹は、先日結婚の挨拶に行った時は、とても明るく気さくな印象だったので、きっと私の両親ともいい関係になれるに違いない。私はそう信じて疑わなかった。予約していたレストランの個室で一同が会し、挨拶を済ませると、義妹が赤ワインのボトルを差し出した。おめでたい席に花を添えたいと思ってワインを用意したんです。お店にもお祝いだからって持ち込みの了承を得てありますから、よかったらこれで乾杯しませんか？義妹はワインを開けて、喜ぶ両親と私のグラスに注いでくれた。ありがとう、さとこさん。こんなお気遣いをしてくれるなんて、本当に感激だわ。義妹のサプライズに私は大喜びをした。そしてみんなで乾杯をし、ワインを一口飲んだのだが、次の瞬間、私と両親はワインを吹き出し、悶絶したのだ。何これ？とっても苦いんですけど。口を押さえて呆然とする私たちを、義両親と義妹は信じられないことに。引っかかったわ。おかしい。と指をさして大笑いをしていた。ドッキリ作戦大成功。それはセンブリ茶入りの赤ワインでした。手を叩いて喜ぶ義妹に、私の両親は目が点になっていた。大丈夫ですか？お父さんお母さん。おい、なんだってこんなふざけたことするんだよ。早く謝れ。ミノルが慌てて義妹の腕をつかむと、
ただのおふざけじゃないの。お近づきの印に、ジョークのプレゼントをしただけよ。そして席を立ち、あら、お三方、口元がワインで真っ赤になっちゃったわ。ごめんなさいね。ただのジョークだったんだけど、これで拭いて差し上げるわね。そう言って、ハンカチを取り出して、放心状態の私たちの顔をハンカチで拭って回った。やっと一息ついて、両親の顔をちらりと見た私は絶句した。お父さん、お母さん、その顔。なんと、両親の顔が真っ黒になっていたのだ。その両親も私の顔を見て言葉を失っていた。私は嫌な予感がして自分の顔を触ると、黒い絵の具のようなものがべっとりと私の指についてきたのだ。その瞬間、義両親と義妹の笑い声が個室の中に割れんばかりに響いていた。本当に申し訳ありません。マミ、おい、しっかりしろ。お父さんお母さん、僕の手に捕まってください。すぐに洗いに行きましょう。ミノルは放心してフラフラしている。私たちの手を取って素早くお手洗いまで誘導し、顔をきれいに流してくれたのだが、その後テーブルに戻っても私の両親は呆然としたまま、終始無言だった。父さん、母さん、さとこ、マミの大切なご両親になんてことをしてくれたんだ。ご両親にだけでなく、マミにも謝ってくれ。ミノルは義妹たちにとても怒っていたが、三人は全く気にすることもなく、謝る必要なんかないわよ。だってジョークなんだから。いやー、こんなにうまくいくなんて、私たちドッキリの天才よね。最近新しいいたずらのアイデアがどんどん浮かんでくるのよ。と上機嫌で料理を頬張っていた。マミさんがうちに挨拶に来てくれた時にも本当はいたずらしたかったんだけど、今日のドッキリを成功させるために我慢してたのよ。それが功を奏して、マミさんが無防備だったから思ったよりもうまくいったわ。義妹の言葉に私は何も言えなかった。ミノルは何度も何度も私の両親に謝っていたが、父はミノルの肩に手を置き、無言のまま帰宅していった。マミ、本当にすまない。僕の家族は昔から人にいたずらして困らせたり、笑い物にするのが好きな変わり者なんだ。僕はいつもあの3人にいろいろなことをされてきた。ミノルは帰り道、義妹たちにされてきたことを話してくれた。普段の食事に大量のわさびを仕込まれたり、朝玄関で靴を履こうとすると中にカエルが入っていて腰を抜かすほど驚かされたりと、そんなことは日常茶飯事で、ひどいものだとミノルの自転車のサドルに大量のボンドを義妹が塗り、そんなこととも知らないミノルはそれに乗って学校に行き、ズボンがサドルに張り付いてしまい、自転車から降りられなくなって、結局ズボンをみんなの前で脱いで降りるという、とても恥ずかしい思いをしたそうだ。だから、今日も俺に何か仕掛けてくると警戒していたんだけど、まさかマミのご両親とマミにあんなことをしてくるなんて、想定外だったよ。本当に申し訳ない。ミノルは今まであまり家族の話をしたがらなかったのだが、こんな事情があったのだとは思ってもみなかった。その晩、私は両親が心配になり、電話をかけると、彼の家族とは距離を置きたい、と父が言ってきた。私も正直ミノルの家族には衝撃を受けたし、会うたびにこんなことをされるのではたまったものではないという。両親の気持ちはよくわかった。むしろこれが原因で結婚に反対されてしまうのではとミノルは心配していたので、距離を置くだけでよしとしてくれた私の両親に逆に感謝していた。
改めて稔は私の実家に赴き、先日の謝罪をし、自分の両親と義妹には間近に控えた結婚式を最後に、極力関わらせないことを約束したのだった。稔は帰り道、私に、結婚式が終われば、もう顔を合わせることはないよ。だから安心して。僕から実家に連絡を取ることはもうないと思う。会いたくないと思うような家族を持つなんて、本当に情けないよな。そう言って少し寂しそうに笑っていた。あんないたずらを毎日されて、稔はよく人間不信になったり、卑屈な大人にならなかったなと驚くと同時に、私はますます稔のことを尊敬したのだった。今後もあんなことをされるのであれば、稔との結婚に不安を覚えるのだが、結婚式さえ済めば、もう関わることはないと言ってくれたので、稔には言ってはいなかったが、正直なところ、心底ほっとしていた。稔もそう決めたことで、少し心が軽くなったようだった。私たちは結婚式の日を指折り数えて待ち焦がれていた。もうすぐみんなの前に素敵なウェディングドレス姿で登場し、祝福されて稔と夫婦になる。そんなことを考えていると、幸せのあまり胸が高鳴り、夜も眠れないほどだった。そして待ちに待った結婚式の日の朝。私は美しいドレスを身につけ、すべての準備が完了し、控え室に一人座っていると、ふとドアが開き、凛々しくタキシードを着た稔が入ってきた。マミ、本当に綺麗だよ。そう言って私の手を取った稔もキラキラと輝いていて、こんな素敵な人と私は結婚するんだ、と改めて喜びが湧き上がってきた。もうすぐ始まるね、私たちの結婚式。そんなことを話していると、突然ドアの外から場にそぐわないような大声が聞こえてきたので、私と稔は不思議に思い、そっと外に出てロビーを見ると、信じがたい光景が私たちの目に飛び込んできたのだった。そこには、義両親と義妹がスタッフと揉めていたのだが、その理由は一目瞭然だった。この三人はあろうことか喪服を着ていたのだ。そこにいた人たちみんなが驚愕の視線を三人に向けていた。義妹は私に気づくと、マミさん、この人たち、私たちの喪服が気に入らないみたいなの。なんとか言ってやってくれる？その声を聞いて稔が飛び出した。おい、なんて格好してるんだよ。ここは結婚式場だぞ。わなわなと震える稔に、結婚式だからこそ喪服がふさわしいんじゃないの。マミさんと結婚して、墓場に足を一歩踏み込んだ兄さんの状況を表現するのに、もってこいでしょ？義妹はそう言って大笑いした。そんな、ひどすぎるわ。どうしてこんなことを。義妹たちには私たちを祝福する気持ちなど一かけらもないことが悲しくなり、思わず涙が溢れ出した。稔の怒りは頂点に達し、今すぐ帰ってくれ。あんたたちは式に出席しなくていい。僕たちの目の前から消えるんだ。今まで聞いたことのないような稔の大声に、他の列席者たちが騒ぎを聞きつけて集まってきた。あら嫌だ。兄さん、そんなムキにならなくてもいいのよ。だって、ジョークなんだから。はい、これあげる。そう言って私に手渡したのは、香典袋だった。これは何ですか？私はあまりのことに何が何だかわからなくなっていた。わからないの？香典よ。せっかく喪服で来たんだから、
ただのご祝儀じゃつまらないでしょ。私は香典袋を握りしめ、ただただ泣き続けた。この人たちのせいでさっきまでの幸せでいっぱいだった心は、もうどこかへ消えてしまった。冗談じゃないぞ。僕たちのせっかくの晴れの日をぶち壊すつもりか。ミノルは私と義妹の間に入り、一緒に守ってくれようとしたが、義妹たちには何を言っても無駄だった。目の前の喪服に身を包んだ義両親と義妹は、私とミノルが悔しさで悶絶するのを楽しそうに見下ろしていた。涙でぐしゃぐしゃになってしまった私の顔を見て、そんなにリアクションしてくれるなんて、いたずら冥利に尽きるわ。ねえ、父さん母さん。そう言って三人でお腹を抱えて笑い転げていた。見かねたスタッフが別の衣装を用意すると説得しても、だから、ジョークなのよ。このまま喪服で出席するわ。その方が思い出に残るでしょ。そう言って親族の控え室に行ってしまった。泣きじゃくる私をミノルは抱え上げ、マミ、ごめん。本当にごめん。そう謝り続けるミノルの目にも涙が光っていた。一番辛くて悲しいのはミノルなのだ。きっと、もっと怒りたかっただろうに、晴れの舞台を台無しにしたくないと、相当な我慢をして怒りを収めたのだ。私を抱きかかえるミノルの手は小刻みに震えていた。私はそんなミノルの涙をそっと拭った。列席者たちは心配そうに私たちを見ていたが、一旦場が落ち着いたと知ると、私たちに祝福の言葉をかけてくれた。結局、誰もが喪服姿の3人には声もかけず、司会者もその存在を無視して進行するという、とても気まずい空気が流れる中で、なんとか無事に式と披露宴はお開きになった。そして月日は流れ、このとんでもない結婚式から1年が経っていた。ミノルは式の後義妹たちとの連絡を絶ち、私たちは平和な新婚生活を送っていた。結婚式が散々なものになり、周囲の人の中には私たちの行く末を心配する声もあったようだが、私たちの絆はこれ式のことで損なわれることはなかった。私は結婚してもそのまま仕事を続けていたが、兼業主婦として大変だと思ったことは一度もなかった。なぜなら、ミノルは私に負けないくらい家事を積極的にしてくれたからだ。今日は僕が晩ご飯を作るからね。朝仕事に行く前にそう言って出かけていくことも珍しくはなかった。いつも私を喜ばせようとするけなげなミノルが愛おしくてたまらなく、私は本当に幸せだった。そんなある日、ポストに一通の封筒が入っていたのだが、宛名はミノルと私になっていたので、誰からだろうと差出人を見ると、あろうことか義妹の名前が書いてあった。私は腰が抜けるほど驚き、そして戦慄した。ミノル、どうしよう。私は恐ろしくて封を開けることができず、ミノルに助けを求めた。義妹の名前を見ると、ミノルは顔をしかめたが、とにかく中を見てみよう。と言って封筒を開けた。どのようなおぞましいものが入っているのかと私は身構えたのだが、中身を確認すると、ミノルはため息をつきながらソファーにへたり込んだ。どうしたの？ミノル、何が入っていたの？ミノルが持ったままじっと見つめている。その紙には、招待状と書かれていた。私は目を疑ったが、何度見ても間違いではなかった。これってまさか結婚式の招待状？
さとこさんが結婚？私はみのるの顔を覗き込んだ。そうらしいな。人の結婚式で無茶苦茶なことをしておいて、よく何事もなかったように俺たちを招待できるよな。さとこの図太さには辟易するよ。まあ、ご祝儀が欲しいとか、そんな理由だとは思うけどさ。私は招待状を見てふと思った。ねえ、もしかしたらまたいつもの冗談かもしれないわよ。結婚するって言っておきながら、実はジョークでしたってことも可能性としては大いにあるわ。義妹たちには散々な目に遭わされているのだ。念には念を入れるべきだった。確かに、マミの言う通りだ。普通じゃありえないことをあいつは平気でしてくるからな。義妹本人に聞いても意味はないので、ミノルが招待状にある式場に問い合わせの電話を入れてみると、確かにその日、義妹は式場を押さえていた。結婚することに間違いはなさそうだったが、ミノルの顔は曇ったままだった。どうしても僕たちの式であんなことをした里子は許せないんだ。マミやマミのご両親の気持ちを踏みにじって、笑い物にした妹の結婚式には、はっきり言って、出席したくない。ミノルの気持ちは十分に理解できた。私も正直、二度と義妹に関わりたくはなかったが、このままこの招待状を無視するわけにはいかなかった。ミノルがどうしても出席したくないのはよくわかったわ。でもね、今までいろいろあったけど、実の妹への最低限の義理はきちんと果たすべきだと思うの。私がそう言うと、ミノルは心配そうに見上げたので、ご祝儀を送るだけならいいでしょ。大丈夫よ。私に任せておいて。と言って、ミノルに微笑んだ。そして1週間後、ミノルに義妹から電話がかかってきたのだ。ミノルは一瞬ためらったが、意を決して電話に出た。私はスピーカーから聞こえる義妹の声をミノルと一緒に聞いていた。兄さん、どうしよう。私、どうしたらいいの？こんなことってありえないわ。お願い、助けてちょうだい。いきなりそう言って、義妹は泣き叫び始めた。おい、何を言ってるのかさっぱりわからないぞ。要点を得ない義妹に落ち着くようにミノルが声をかけると、誰も私の結婚式に出席してくれないのよ。招待状を送ったら、全員が欠席に丸をつけているの。どうしてよ。私がみんなに何をしたって言うのよ。親戚も、会社の人たちも友達も、私が招待した人みんな欠席って返信があったのよ。そう叫ぶと、おいおいと泣き崩れた。ミノルはため息をついて、さとこが何をしたかって、1年前の俺たちの結婚式でとんでもないことをしただろう。あの状況を目の当たりにした親戚みんながお前に幻滅したのさ。誰もがさとこには関わりたくないって、口を揃えて言ってたよ。それに聞いたところだと、最近随分と調子に乗って、会社の人や友人にたちの悪いいたずらを仕掛けていたそうじゃないか。心の中ではさとこのことをみんなよく思っていないんだろうな。結婚の祝福なんかしたくないって、そう思われるのはよほどのことだ。人の気持ちを踏みにじるような冗談では済まされないことをして、人の悲しむ顔を見て、散々笑い物にしてきた。そんなさとことはもう縁を切りたいってことだよ。ミノルがはっきりと事実を伝えると、そんな、ひどいわ。あれも、これも、ただの冗談だったのに、どうしてみんな分かってくれないの？自分は悪くないと義妹はいつまでも言い張るので、もうこれ以上話をしても無駄だな。
そう言ってミノルは電話を切った。結局、新婦側の出席者はゼロというありえない状況に、婚約者とその親は、聡子にかなりの不信感を抱いたようだが、そこへとどめを刺したのが私たちからのご祝儀だった。電話の翌日、ようやくご祝儀が届いたのだが、それを開けた婚約者は驚愕した。ご祝儀が香典袋に入っていたからだ。しかも、実の兄からのものということで、一体どんな確執があったのかと思い、いろんな人たちに聞き回った。そこで、半年前の私たちの結婚式に喪服で出席し、香典袋を突きつけたという事実を知ったのだ。そんな非常識な行為をした聡子と義両親に婚約者は激怒し、即刻婚約は解消されたということだ。親戚、会社の同僚、友人にソース感を食らったことに加え、結婚まで破棄されてしまった。それだけでも十分答えたと思うが、義妹の不幸はとどまることを知らなかった。聡子の会社では、婚約破棄された理由が大変な噂となっていて、兄の結婚式に喪服で出席し、台無しにした人手なしとして後ろ指を刺され、もともと嫌われていたこともあり、孤立して追い込まれて、とうとう退職したそうだ。職をなくし、実家に帰った聡子は、自分のいたずらをやめずに、面白がっていたせいでこんなことになったと両親に言いがかりをつけて大喧嘩となり、結局、実家さえも追い出されてしまった。その後、行くあてもなくさまよった聡子は、今は住み込みの仕事をして食いつないでいると風の噂で聞いたが、すべて自分が招いたことだった。同情の余地は全くなかった。ミノルになぜ香典袋を送ったのかと聞かれたのだが、私は仕返しのためにそんなことをしたわけではなかった。人にしたことは、いいことも悪いことも必ず自分に返ってくると、義妹に教えたかっただけだ。今までたくさんの人を傷つけて悲しませてきた義妹は、これからもっと大変なことが待ち受けていることだろう。いつか心を入れ替えて、一つでもいい行いをしてくれることを切に願っている。ミノルはそんな私の気持ちに、ありがとう。マミと結婚して本当によかった。そう言って涙を流していた。私こそそんなまっすぐなミノルと一緒になれてよかったと心から思う。この先どんなことがあっても私のことを信じてくれる人がいるのだ。そして私もミノルを信じて生きていく。そう強く心に誓うのだった。